こんにちは。ゼロから宅建士第6回です。前回は営業保証金の1000万円という仕組みを整理しました。今回のテーマは保証協会です。実はほとんどの宅建業者は1000万円を供託していません。代わりに使われているのが今日学ぶ保証協会の仕組みです。前回との比較がそのまま得点になる効率の良い分野です。まず、保証協会とはどんな団体なのかを確認しましょう。保証協会は国土交通大臣が指定した一般社団法人です。その社員、つまり会員になれるのは宅建業者だけです。現在、指定を受けている保証協会は2つあります。ただし、加入できるのはどちらか1つだけです。2つの協会に重ねて加入することはできません。加入するときに納めるお金が弁済業務保証金分担金です。金額は主たる事務所が60万円です。その他の事務所は1箇所につき30万円です。例えば本店と支店2箇所なら合計120万円になります。営業保証金なら2000万円必要だった規模が120万円で済みます。だからこそ、実務ではこちらの仕組みが主流になっているのです。分担金の納付には3つの大事なルールがあります。1つ目は期限で加入しようとする日までに納付します。加入した後に納めるのではない点に注意してください。2つ目は納付の方法で分担金は金銭のみです。営業保証金と違って有価証券で納めることはできません。3つ目は事務所を新しく増やした場合です。設置した日から2週間以内に30万円を納付しなければなりません。納付しないと社員の地位を失ってしまいます。次に納めたお金の流れをステップで確認します。業者が協会に分担金を納付すると、協会がそれを供託します。この供託されたお金を弁済業務保証金と言います。協会は納付を受けた日から1週間以内に供託します。供託先は法務大臣と国土交通大臣が定める供託所です。本店の最寄りではない点が営業保証金との違いです。供託をした協会は業者の免許検査に特出をします。業者は協会へ、協会は供託所へという二段構えの仕組みです。保証協会の仕事はお金を預かることだけではありません。必ず行わなければならない業務が3つあります。1つ目は取引に関する苦情の解決です。2つ目は宅建士などに対する研修です。3つ目が今日の中心である弁済業務です。このほか、鉄筋等保管事業などを任意で行うことができます。必須3つ、その他は任意という区別で出題されます。ここからはお客さんがお金を受け取る還付の場面です。還付を受けられるのは、宅建業の取引で損害を受けた人です。前回と同じく、宅建業者は還付を受けられません。特に大事なのは限度額です。限度額は、業者が納めた分担金の額ではありません。その業者が協会に入っていない場合の営業保証金に相当する額です。例えば本店だけの業者なら60万円ではなく1000万円が限度です。お客さんの保護レベルは営業保証金と同じというわけです。また、還付を受けるにはまず保証協会の認証が必要です。認証を受けた上で供託所に還付を請求します。還付が行われた後のお金を補充する流れです。還付があると国土交通大臣から協会に通知が届きます。協会は通知から2週間以内に還付された額と同じ額を供託します。次に、協会は原因を作った社員に通知を出します。社員は通知から2週間以内に還付充当金を協会に納付します。協会に立て替えてもらった分を業者が返すイメージです。協会も2週間、
社員も2週間とセットで覚えましょう。もし社員が幹部充当金を納付しないとどうなるでしょうか。その業者は保証協会の社員の地位を失います。ただし、地位を失ってもすぐに廃業になるわけではありません。地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託します。本店だけの業者なら1000万円を用意することになります。この1週間は、協会が供託する1週間と並ぶ品質数字です。次は、納めたお金が戻ってくる、と戻しです。弁済業務保証金を取り戻すのは、業者ではなく協会です。社員で亡くなった場合、協会は6ヶ月以上の広告をしてから取り戻します。一方、一部の事務所を廃止した場合は、広告が不要です。営業保証金では、事務所の廃止でも原則として広告が必要でした。ここが逆になるので、引っ掛けの定番になっています。協会は取り戻した後、その分を業者に返還します。ここで営業保証金と保証協会を1枚の表で比較します。本店と支店1つの場合、営業保証金は1500万円でした。保証協会なら60万円足す30万円で90万円です。納付の方法は営業保証金が金銭と有価証券です。一方、分担金は金銭のみで有価証券は使えません。預け先は本店最寄りの供託所か協会経由かで異なります。還付の限度額はどちらも営業保証金に相当する額で共通です。試験ではこの妄想の左右を入れ替えた引っ掛けが品種です。今日出てきた数字をまとめて整理します。1週間は2つあります。協会が供託するときと地位を失った後に営業保証金を供託するときです。2週間は3つあります。増設時の分担金、還付後の協会の供託、そして還付充当金の納付です。広告は社員で亡くなった場合の6ヶ月以上だけです。数字を場面とセットで言えるようにしておきましょう。ここで今日のクイズです。保証協会に関する記述のうち、正しいものはどれでしょうか？ A は、本店と支店2カ所の業者の分担金は合計で20万円である、です。B は、分担金は金銭のほか国債でも納付することができる、です。C は、還付充当金は通知から1ヶ月以内に納付すればよい、です。少し考えてみてください。正解は A です。60万円に30万円かける2箇所分を足して120万円です。B の分担金は金銭のみで国債などの有価証券は使えません。C の還付充当金は1ヶ月ではなく通知から2週間以内です。今日のまとめです。分担金は本店60万円、その他の事務所ごとに30万円で金銭のみです。還付の限度額は営業保証金に相当する額まで広がります。還付充当金は通知から2週間以内、納付しないと地位を失います。地位を失ったら1週間以内に営業保証金を供託するのでした。次回は売買の依頼で必ず登場する媒介契約を解説します。一般専任、専属専任という3つの型を比較しながら整理します。3ヶ月や7日、5日など覚えるだけで得点になる数字が満載です。この動画が役に立ったら高評価とチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。それでは次回お会いしましょう。